にちは、オイルです。今シーズンはライトロードデッキでプラチナ1に到達できました。初めはゼロボロスデッキを使っていましたが、安定感がなかったので別の構築に浮気しました。今回はその浮気相手を紹介します。おまけの試合もあるので最後までぜひ見てください。今回紹介するのは皆さんご存知、ハリラドンギミックを搭載したデッキです。ハリラドンとはハリファイバーで機械族を召喚し、アウロラードンを召喚する動きのことです。最終盤面にザビーストを出しながら展開途中に2枚ドローできるのがかなり強いです。それでは実際の動きを見ていきましょう。まずはハリファイバーを召喚、雲母オブ001をデッキから持ってきます。機械族2枚でアウローラドンを特殊召喚、召喚時効果で幻獣機トークンを3体出します。機械族モンスターが同時に2枚以上召喚されたので、雲母オブ001の効果で自身を蘇生します。ハリファイバーでジェットシンクロンを持ってきていた場合は手札を1枚捨てて蘇生しましょう。アウローラドンの効果で自身とトークンをリリース。デッキから幻獣機オライオンを特殊召喚、ガーデンローズメイデンを出しつつ、オライオンが墓地に行ったのでトークンを出します。ガーデンローズメイデンと001でコーラルドラゴンを召喚、コーラルドラゴンとトークンでアーケティスを召喚します。そしてコーラルドラゴンの墓地効果とアーケティスの召喚時効果で2枚ドローします。ガーデンローズメイデンの墓地効果でコーラルドラゴンを蘇生、適当なレベル9シンクロを召喚してザビーストを出します。ドローしたおかげでまだ動けるので、光の援軍とソーラーエクスチェンジでデッキを回します。ダメ押しのサベージも召喚しておきましょう。ザビーストの効果で相手は攻撃できませんし、ライトニングストームケアで守備表示で出します。カオステリトリーを使っていなかったのでドローしておきます。ザビーストとサベージがいれば守れそうなのでファイバースターも出してターンエンドです。ザビーストで宣言する属性はエルドリッチやドライトロンを警戒して光を選択しています。さて相手のデッキは戦闘機ですね。シェンシェンが除外されましたが、まあいいでしょう。バーナーでサベージが焼かれるのは困るので止めておきます。移動アンカーをサーチされました。ザビーストに使われたとしても効果は発動済みなので残ります。サベージを寝取られました。バイバイサベージ。レイが出てきたので白雪で止めます。本来ならレイのリリース効果をチェーンされて逃げられてしまいますが、ザビーストの効果で使えません。移動アンカーをセットし、ターンは戻ってきました。メインモンスターゾーンにレイがいるので相手は移動アンカーを使えません。なのでアクセスコードトーカーを召喚して移動アンカーとレイを破壊して攻撃すれば終わりなのですが、発動できないことを失念して展開しています。アクセスコードトーカーに移動アンカーを使わせてからセレーネを出そうとしていたので IP マスカレーナを素材にしています。ここで降参が選ばれました。対戦ありがとうございました。あとはおまけの試合です。ハリラドンは強いですが動きが決まっているのでどうしても試合が単調になってしまいます。またコンボパーツでエクストラを圧迫するのでハリファイバーを止められた場合動けなくなるのが辛かったです。ゼロボロスデッキより柔軟性と継戦能力には欠けますが、制圧力と安定性を強化した感じだと思いました。勝率は明らかにハリラドン軸の方が良かったので今後はプラチナ1までのお供にしたいと思います。さて試合の方ですが、相手は小悪魔デッキです。魔封じの方向を使われているので1ターン目は魔法を5枚伏せてエンドです。ワンパンできる火力は出せないと思うので次のターンで一気に逆転を目指しましょう。3枚破壊されましたがフォローソースは残ったのでよしとしましょう。光の援軍とソーラーエクスチェンジでデッキを回します。妨害を使わせたいので無役網を適当に発動します。屋敷わらしを使わせましたがトラップを使わせられませんでした。妨害されないことを祈ってルミナスを召喚します。ライデンを蘇生しカオスルーラーを召喚、リソースを確保します。いいカードは引けませんでしたがとりあえずファルコンを加えておきます。ジェットシンクロンを自身の効果で蘇生、レッドでエモンアビスを召喚します。白雪を蘇生しセレーネを出そうとしましたが天狼接獄を使われました。して
定されたのはハウスルーラー。これを通すとアビスも一緒に除去されてしまうので視野行きで除外します。アビスの効果は温存しながら妨害を回避しました。セレーネを経由してアクセスコードトーカーを出しましょう。ですがここで絶縁の落とし穴アビスが破壊されてしまうので効果で止めましょう。ここで降参が選ばれました。妨害を振り切ったようです。対戦ありがとうございました。おまけ2戦目です。手札が結構強いので超展開が期待できます。思ったらゾージーを使われました。とりあえずサーチとドローをしてファルコンを伏せてエンドです。相手のデッキはトライブリゲットですね。何もできないので早送りします。ターンが返ってきました。素材が5枚のアーゼウスと未来竜王ホークを超えなければなりません。とりあえずホークを使われてもいいように展開します。ファイバースターのチェーンでハリファイバーをホークから守ります。ユニコーンを出してホークの効果を使わせましょう。これでレビオニアの効果を通せます。フィールドまっさらかホークを残すかの2択を迫ります。ホークを残す方を選択。これで相手の妨害はなくなりました。リボルブートセクターを使ってハウスルーラーを出します。フェリスを落としながらライデンを手札に加えます。ここまで通常召喚をしていなかったのでルミナスから展開を伸ばします。ホークは破壊耐性があるのでミカエルで除外します。ここで降参が選ばれました。対戦ありがとうございました。おまけ3戦目です。結構いい手札なのでいつも通り展開します。結構強い盤面が作れましたが早速怪獣でリリースされました。相手のデッキはヌメロンですね。妨害を駆使して方向ワンキルを防ぎましょう。ヌメロンネットワークを止めましたが手札から直接ダイレクトされました。サロスを出されても嫌なので数を減らしておきます。なんか出てきました。ユニコーンでまた数を減らします。相手は自爆突破、打点も足りてないので勝ちでしょう。おや